皆さんこんにちは、エイミーです。先日パリで初めて Airbnb 民泊を利用してとっても素敵な体験ができたので、今日はシェアしたいと思います。合わせてお部屋の見つけ方もお伝えしていきますので、最後までチェックしてみてください。Airbnb 略して Airb は宿泊施設を貸したい人と借りたい人を結びつけるサービス。世界220以上の国と地域に宿泊施設があり、一軒家を丸々貸し出していたり、ホテルレジデンスの一室や自宅マンションを貸し出している人もいます。あと、バスルームやキッチンは共同で、ゲストルーム一室だけを貸し出しているパターンもあり、選択肢は幅広いです。パリはオリンピック開催をきっかけに多くの物件が Airb に登録されたようで、検索するとたくさんの宿泊してみたいパリらしいお部屋が見つかりました。今回の旅はパリで10日間と長期滞在だったので、連泊して暮らすように過ごしたいと思い Airb を探し始めたのですが、結局泊まってみたいお部屋がたくさんありすぎて、最初はホテルに2泊、1つ目の Airb に3泊、2つ目の Airb に4泊して過ごしました。ホテルとの比較もお伝えしていきますので、まずは今回私のチョイスした Airbnb の選び方をお伝えします。Airb 利用初めての初心者ですが、気をつけるポイントなどもありましたので、一緒にお伝えしていきます。今回宿選びをするにあたり、立地と部屋からの眺望にこだわって探しました。まず立地に関しては、今回は一人旅でしたので、治安のいい場所、駅や観光地から歩ける便利な場所にこだわりました。私はパリに何度か行っているので、なんとなくの土地感はあります。もし初めて行く都市でしたら、Google マップや観光マップを見て、どの辺に宿泊したら便利か確認しておきます。少し話はそれますが、Google マップは今や旅行に欠かせない地図アプリで、私はその土地で行きたい場所にマークをつけて保存し、現地にいる時もマップを見ながら街歩きをしています。パリは何度も行っているので、マークの数がすごいことになっていますが、緑の観光箇所はこのセーヌ川沿いの真ん中に集中しているので、この辺りに近くて出やすいところを宿泊地の候補とします。前半は空港からの直通バスが発着しているオペラ座の周辺に宿泊したくて、とってもおしゃれな主所ホテルに2泊しました。オペラエリアは主要観光箇所に歩いて行けたり、たくさんレストランやショップもあるので、パリ初心者さんにはおすすめのエリアです。主所ホテルはこのパリっぽい色使いのおしゃれなバスルームに一目惚れして予約をしました。ホテルのいいところはフロントにスタッフがいることと毎日清掃が入るところだと思います。サービスがあるからこその料金で4つ星の立地よし16平米のコンパクトなお部屋で1泊あたり229ユーロ、日本円で約4万円でした。Airb はホテルに比べると安価に宿泊できるのが魅力の一つです。それでは Airb の検索ページを見ていきましょう。基本的には Agoda や Booking.com などのホテル総合予約サイトと同じですので、検索はしやすいと思います。宿泊地と日付、人数を入力して検索します。今回は多くの候補を見たいので、日付と人数は入力せず、宿泊地だけパリと入れて検索をかけてみます。そうすると左側に写真付きの一覧が出てきて、右側には地図が出てきます。一覧の写真にカーソルを合わせると右側の地図が黒くなり連動していることがわかります。逆に地図の金額にカーソルを合わせると写真が出てきて、立地を条件に探す際は地図から見ると探しやすいです。代金を見ると1万円以下のお部屋も多く、パリでも安く泊まれる宿があることがわかります。そしてこのスーパーホストと表記があるとゲストからの評価が高いホストになるので注目です。あとゲストチョイスもゲストから選ばれる評価の高いお部屋になります。一覧にはゲストの評価からなる星5点満点の点数と口コミの数の表記があるので、こちらを参考にします。その下には1泊あたりの金額の記載があり、一覧はこのような表記になっています。次に紹介したい楽しい検索機能として、この上のバーを見ていきたいと思います。パリだとボートを選択すると、セーヌ川沿いに停泊しているハウスボートに宿泊できたり、城を選ぶとパリ周辺の豪華なお城のお部屋が出てきます。これはAirbならではですよね。
超レアな宿泊ルームがたくさん出てきます。私はこれを見ているだけでワクワクして妄想旅行に出発してしまいます。ではゲストルームに戻り、検索結果下のフィルターバーで条件を絞ることができるので見ていきましょう。宿泊施設は大きく分けてゲストルームと〇〇貸し切りで選択ができます。私はバスルームやキッチンが共有のところは避けたいので〇〇貸し切りを選択して絞ります。今回は一人旅なのでベッドの数は特に指定なし。アメニティと施設のところで必要な条件にチェックを入れます。Wi-Fi はマスト条件なのでチェックを入れて、あと長期滞在なので洗濯機は必要。フルキッチンでなくてもいいかな。あとフランスは建物が古いのでエアコンが設置できないお部屋が多いです。エアコンで絞ると選択肢が狭まってしまうので注意が必要です。夏は扇風機、冬はヒーターの用意があるお部屋が多いです。ヘアドライヤーはマストアイテムなのでチェック。このあたりは後で追加して絞ることもできるので、一旦絞りすぎないで探してみます。予約オプションではチェックインの方法が選択できます。チェックインはホストにあって鍵の受け渡しと説明を受ける方法と、キーボックスや暗証番号の鍵などを利用してセルフチェックインする方法があります。現地のホストはパリの場合は日本語が話せる方はほぼいないので、英語やフランス語で当日チェックインのやり取りをする必要があります。それを避けたい場合はセルフチェックインを選ぶといいと思います。ということで条件を絞りました。フィルターをかける前に比べると〇〇貸し切りを選んでいるので全体的に先ほどより高額になっています。最低限の条件を絞ったところで私の一番重視する立地で検索をかけていきます。前半はどこに行くにも便利なオペラエリアに宿泊したいので、地図を拡大してオペラエリアを表示させると候補の一覧も連動して表示してくれます。リストを見ていくと上からゲストからの評価が高いスーパーホストとゲストチョイスのリスティングが表示されるようになっていますね。気になる部屋があれば場所と料金と評価と写真を見ていきます。オペラエリアも意外とたくさんの候補が出てきました。ここで気になったのがパレロワイヤル周辺のエリア。ルーブル美術館やチュールリー公園も近いし、パリを代表するデパート、ギャラリー・ラファイエットやスーパーのモノプリの大型店も近いし、便利なんじゃないかなということで拡大して見ていくと、パレロワイヤルのお庭を見渡せるお部屋が見つかりました。写真を見ると、なんともヨーロッパらしい屋根裏部屋。できれば1泊あたり3万円台で泊まりたいので予算内。ただ一つ気になるのはレビューが2件、新規というところ、そこが少し気になります。27平米でホテルよりも広いし、洗濯機もキッチンもあって、やっぱり立地が良いのが魅力的って狂気があります。アメニティ施設も見てみると、先ほどフィルターで選択した洗濯乾燥機やドライヤーもあると表記があります。冷暖房もあるし、Wi-Fi もあり、キッチンにはポットやレンジもあると表記があります。あと、パリでエアコン同様に気をつけるポイントとして、エレベーターがあるかどうか。古い建物だと階段のみということも多いので、大きな荷物を持っての旅行の際は確認するポイントです。予約をする前に確認をしたい点がある場合は、ホストにメッセージを送って確認することもできます。チェックイン・チェックアウトの記載もあるので確認して、それ以外の時間になる場合は予約前にメッセージで相談してみると対応してくれたり、あと荷物を預かってくれることもあります。キャンセルポリシーも記載があるので必ず確認してから予約しましょう。ホテルと比べると予約と同時にデポジットの支払いが必要だったり、キャンセルポリシーがホテルよりも厳しかったりする印象です。それでは最後に予約の方法です。あらかじめ日付を指定して検索すると料金の詳細が記載され、このお部屋は早割がありました。あと、エアビーはサービス料が別途かかってくるので、リストに表示されていた料金より最終的には加算があることを覚えておきましょう。予約自体は他のホテル予約サイトと同様ですので簡単です。予約をリクエストすると24時間以内にホストから回答があります。予約が完了した後はホストとのメッセージでのやり取りが始まり、宿泊予約数日前に待ち合わせ場所等のお知らせがあります。前半に宿泊したエアビーは時間通りに待ち合わせができて、鍵の受け渡しとお部屋の説明を一通りしてもらいました。
ただ、こちらのホストはまだ新規ということで、案内のマニュアル化がされていなくて、こちらから Wi-Fi のパスワードや家電の使い方を聞かないと説明がなかったので少し大変でした。そしてアメニティに記載があったドライヤーがなくて、その日のうちには用意してもらえず、次の日に買ってお部屋の前に置いてもらうというハプニングもありました。あと鍵の開け方も説明が違っていて、建物に入れないというトラブルもありました。慣れない海外のシステムで混乱するので、ホストがいる場合は、ホストの目の前で一度自身でも使ってみたり、ホストが開けるのを動画で撮影させてもらうっていうのも良いと思います。それからキッチンの使い方やバスルームのお湯の出し方なども難しそうなお部屋はホストがいる時に聞いておくのが安心です。ゴミの出し方もお部屋によって違うので確認しておくのが良いと思います。何かあったら Airb のメッセージでホストに聞くことはできます。他にも緊急連絡先として電話番号を教えてくれたり、日本の LINE のようなアプリ、WhatsApp で連絡先を教えてくれるホストもいるので聞いておくと安心です。ただ後々に何かアメニティがないとか、家電の使い方がわからない、お湯が出ないなどのトラブルがあると、貴重な旅行時間のロスタイムにもなるので、お部屋に入ったらすぐに確認するのがおすすめです。前半に泊まったお部屋は普段はホストが住んでいるようで、私物もたくさん置いてあり、まるでお友達のお家に遊びに来ましたというような雰囲気でした。ただ、リネン類やタオルなどはゲスト用な清潔なものを用意してくれていたので、安心して使用できました。一番期待していた窓からの眺めも絶景で大満足です。パレロワイヤルはルイ14世が幼少期に過ごした王宮で、このストライプの円柱が有名な観光箇所です。その横には大きな庭園があってパリの中心地なのに、この中はとっても静かで環境が良かったです。その庭園を囲むようにギャラリー、回廊があって、高級ブティックやカフェや劇場が並び、今でも営業していて、その建物の上に今回は宿泊しました。そんなパレロワイヤルの歴史的建造物に宿泊するという貴重な体験に感動しました。立地も主要箇所へのアクセスは抜群で、地下鉄駅までも5分もかからない距離でしたので、とっても便利でした。次回のパリ旅行もぜひこのエリアに宿泊したいと思います。最後に料金ですが、こちらはサービス料も含めて1泊あたり249ユーロ、日本円で約43,000円でした。立地が良い分、他と比べると安いという料金ではなかったです。でも大満足の滞在ができました。それでは後半のAirbの事例も紹介したいと思います。後半はやっぱりパリのシンボルのエッフェル塔が見えるお部屋に宿泊したくて探しました。エッフェル塔はパリの左岸7区に位置しています。エッフェル塔まで歩いて行ける範囲で治安が良い場所が希望ということで、この赤丸のエリアを探してみたいと思います。Airbの地図を先ほどの赤丸の範囲に合わせると候補が出てきました。エッフェル塔ビューの眺望が売りのお部屋は写真1枚目にエッフェル塔が写っているのでとってもわかりやすいです。お部屋の中の写真もチェックしながら評価や代金も確認して候補を探していきます。今は日付を指定していないので候補がたくさん出てきましたが、私が宿泊した6月は旅行シーズンなのと宿泊の1ヶ月前頃に検索をしたので、予算内のエッフェル塔ビューのお部屋は2件しかヒットしませんでした。でもこのリストを見ると他にも宿泊してみたいお部屋がたくさんあります。あとマップも見ていくと、セーヌ川を渡って凱旋門との間にもエッフェル塔が見えるお部屋があることが分かりました。このエリアはラグジュアリーホテルも多く、高級ブティックも並ぶお買い物通りのモンテーニュ通りや有名なシャンゼリゼ通りにも近いし、レストランもたくさんあるので便利なエリアかなと思って探していたら、コンパクトですが素敵なお部屋が見つかりました。しかもスーパーホスト。こちらを見ていきましょう。最初の写真は可愛らしいお部屋の写真が出てきました。こちらのお部屋も最上階の屋根裏部屋で天井が斜めになっています。窓枠の中にエッフェル塔は収まらないですが、窓から覗き込むとエッフェル塔が見えるお部屋です。キッチンも洗濯機もあるし、バスルームはシャワーのみで全体的にコンパクトですが、とにかく場所がいいので気に入りました。ホストのおすすめとしても立地と眺望がポイントとなっています。16平米なので最初に宿泊したホテルと同じくらいの部屋ということでだいぶコンパクト。そしてベッドがソファーベッドというのが少し心配なところです。
立地最強でエッフェル塔、凱旋門、シャンゼリゼ通りに徒歩圏内、セーヌ川沿いの散歩もできそうです。複数の路線の地下鉄駅や RER の鉄道駅にも近いので便利そうです。そしてエアビー選びでとっても大切なポイントはレビューをじっくり読むこと。結構ゲストの皆さん正直な意見を書き込んでくれているのでとっても参考になります。バスルームのドアがないので丸見え、2人の旅は注意が必要とか、ソファーベッドで長期滞在だと腰が痛くなったなど正直レビューもたくさんあります。あとこちらの部屋はとにかくホストが素晴らしいというレビューが本当に多くて、スーパーホストってどんな方なのか会ってみたくなりました。周辺にはレストランやスーパーマーケットも充実していたとか、ロケーションと眺望は皆さん評価が高かったのでこちらにしようと決めました。施設を見ると私のマスト条件のものは全て揃ってるし、時間外の荷物預かりもしてくれるということなので安心です。ということで早速予約をしたところすぐに回答があり、現地が昼間の時間帯は何かメッセージを送るともうすぐに1時間以内には返信があり、スーパーホストの凄さを感じました。チェックインは16時から20時という表記でしたが、前日に宿泊している方がいなかったようで、だいぶ早くて11時からチェックインさせてもらえることになりました。当日は時間になるとメッセージでマンションへの入り方を写真付きで送ってくれて、ホストとマンションの中で待ち合わせをしました。鍵の開け方がトリッキーだからやってみてって見ててくれたり、アメニティや家電の説明が一通りあって、プラスアルファ分かりにくいところはメッセージで写真付きでやり方を送ってくれました。あと、近くのスーパーマーケットやおすすめのパン屋さんを聞いたら、すぐにリストが送られてきて、スーパーホストのホスピタリティが高くて、本当に感動しました。それでは後半に宿泊したエアビーのお部屋を紹介します。今回の旅では大きなスーツケースを持っての移動でしたので、エレベーターがあって本当に助かりました。ヨーロッパらしい狭いエレベーターですが、こちらのお部屋も最上階の7階に位置しています。木の扉が可愛いお部屋。中は16平米とコンパクトですが、一人旅でしたので十分な広さでした。キッチンには電子レンジやオーブンはありませんでしたが、調理器具や食器類は全て揃っていたので、こちらも十分でした。その奥はバスルームとなっています。そして楽しみにしていた窓からの眺望は、夜のエッフェル塔のシャンパンフラッシュが楽しみな眺望です。立地は凱旋門とエッフェル塔の間に位置していて、どちらにも徒歩圏内の便利な立地でした。こちらのエリアもパリの中心地でありながら、道を一歩入ると閑静な住宅街だったりするので、治安が良かったように感じます。ホストが教えてくれたスーパーマーケットは品揃えも良く、滞在中何度も利用して便利でした。高級ブティックが並ぶシャンゼリゼ通りに出れば、レストランもたくさんあって食事に困ることもなかったです。そしてエッフェル塔までは徒歩15分くらい、セーヌ川を散歩しながら毎日パリのシンボルを楽しむことができました。そして楽しみにしていた夜景タイム。夏のパリは日が長く、私の行った6月初旬は日が沈むのが22時過ぎでした。今回は一人旅ということもあり、暗くなってから一人で外を歩くのは不安でしたので、エッフェル塔が見えるお部屋にこだわって探しました。シャンパンフラッシュは日没後、毎時00時にエッフェル塔が5分間だけキラキラ光る特別な時間。日が長い夏の時期は22時はまだ少し明るく、暗く綺麗に見られるのは23時以降。お部屋から毎晩こんなに美しい景色が見られて忘れられないパリの滞在となりました。こちらに宿泊できて本当に良かったです。最後に料金ですが、こちらはサービス料も含めて1泊あたり211ユーロ、日本円で約36,000円でした。このエリアのホテルでエッフェル塔が見えるお部屋に宿泊すると3倍以上の料金となるのでお得に宿泊できたと思います。そしてスーパーホストは最後までケアをしてくれて安心して滞在することができました。本当にこちらに宿泊できてよかったです。ということで、パリで宿泊したエアビーの検索から予約、宿泊の流れを紹介してきました。初泊はパリらしいおしゃれなホテルに宿泊し、前半のエアビーはパリ中心地にあって、
パレロワイヤルの歴史的建造物に宿泊しました。後半はパリのシンボルであるエッフェル塔が見えるエアビーに宿泊し、パリの景色を満喫できました。どこも200ユーロ台、4万円前後の宿泊代金でしたが、後半に宿泊したエアビーは私の重視した条件の立地、眺望を満たしてくれてコスパも良かったです。やはりエアビーは自分の家のようにゆったり暮らすように過ごせることが一番の魅力ですね。そしてその土地らしい景色が近くにあったり、歴史的建造物など特別な場所に宿泊できたり、宿泊で得た経験が忘れられない思い出となりました。皆さんは宿泊してみたいお部屋はありましたでしょうか？皆さんのエアビーエピソードがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、エアビーで過ごした動画はパリ Vlog もチェックしてみてください。洗濯機の使い方に失敗したり、エアビーで食事したり、暮らすように過ごしたパリ旅行を紹介しています。次はどこに行こうかな？世界中にはまだまだ泊まってみたいユニークなエアビーがたくさんあります。人気映画の世界に飛び込めるエアビーがあったり、夢のハウスツリーにも宿泊できたり、日本国内にもたくさん素敵なエアビーがあります。ただの宿泊施設というだけでなく、宿泊することで経験まで得られるエアビー、その土地に暮らすように過ごすことができるエアビー、現地の方との触れ合いも通して、きっと思い出深い旅行になるはずです。こちらの動画が参考になったよ、エアビーに宿泊してみたくなったよという方は、ぜひグッドボタンの高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の旅動画でお会いしましょう。エイミーでした。